ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、連邦裁判所で判決が下された大ヒットアニメーション映画、モアナと伝説の海をめぐる訴訟の話題についてよ。現在、この裁判で信じられないような不正が発覚して、原告側がとんでもないペナルティ160万ドルを受けることになったことが大きなニュースになっているんだよ。モアナって、ディズニーの有名な映画やんね。海に選ばれた少女のやつ。それに、不正とかペナルティとか、穏やかじゃない場合。どうせまた、お金の匂いを嗅ぎつけた誰かが、俺のアイデアをパクった、とか言い出したんやないと？葵、すごく鋭いよ。まさにその通りなの。今日は、モアナと伝説の海の著作権と企業秘密に関する紛争の全貌、そして重要な証拠書類に行われていたヤバすぎる偽造工作の実態について、徹底的に解説していくよ。ディズニーの最強法務部相手に不正な証拠で挑むとか正気の沙汰やないね。相手がどれだけ巨大な組織かわかっとらんの？アホすぎて逆に笑えてくるばい。詳しく聞かせてよ。まず、この訴訟はディズニーが2016年に公開したアニメーション映画モアナと伝説の海をめぐる著作権及び企業秘密に関する紛争に端を発しているんだよ。訴えを起こしたのはバック・ウッドール氏というアニメーターなの。バック・ウッドール？聞いたことない名前やね。その人が何を主張したと？バック・ウッドール氏はね、ディズニーが自身の以前のストーリー構想をモアナの原作として不正に使用したと主張したの。その彼のストーリー構想というのはサーファーボーイのバッキーと呼ばれるものだったんだよ。彼はディズニーによる著作権侵害と企業秘密の不正使用の両方を申し立てたの。サーファーボーイのバッキー？モアナはハワイとかポリネシアの神話をベースにした女の子の物語やろ？サーファーの男の子とは全然違う気がするけど。で、そのウッドールって人は自分のアイデアがどうやってディズニーに渡ったって言い張っとるん？そこがこの裁判の面白いところだよ。バック・ウッドール氏の主張によると、彼は2000年代初頭に自身の物語であるバッキーの構想をある人物に語ったというの。その人物というのがジェニー・マーチックという女性なの。ジェニー・マーチック？その人はディズニーの偉い人か何か？それがね、ジェニー・マーチック氏は当時マンデビル・フィルムズという制作会社で開発部門に勤務していたの。この会社はディズニーと優先交渉権契約を結んでいて、ディズニーの敷地内にオフィスを構えていたんだよ。なるほど、ディズニーとつながりがある会社の人なんやね。でも、そのバック・ウッドール氏とそのジェニー・マーチック氏はどういう関係なん？友達？実はね、ジェニー・マーチック氏はバック・ウッドール氏の兄の妻の義理の妹なんだよ。は？兄の妻の義理の妹？いや、それってもう完全に他人やん。そんな遠すぎる親戚のつながりを持ち出して自分の作品が業界の開発ルートに渡ったって主張しとると？ずうずうしいにも程があるばい。葵もそう思うよね。でも、この訴訟はまさにジェニー・マーチック氏がバック・ウッドール氏の作品にアクセスでき、それを業界の開発ルートに渡すことができたというバック・ウッドール氏の主張に基づいて進められたの。いや、無理があるやろ。そもそも、そのジェニー・マーチックさんは、本当にディズニーにアイデアを渡したと？いいえ、渡していないよ。ジェニー・マーチック氏本人は裁判で、ディズニーやその映画制作者に、その素材を共有したことは、一度もないと、はっきり証言しているの。さらに、裁判で提出された証拠の中には、ディズニーのモアナの制作者が、バック・ウッドール氏の作品を実際に受け取ったり、閲覧したりしたことを示すものは、何もなかったんだよ。ほら民シャイ。完全に言いがかりやん。そんな証拠もないのに裁判を起こすとか、頭お花畑すぎん？でも、なんで、そんな証拠もない状態で、裁判が激化したと？そこからが、今回のニュースの最大の問題点なの。裁判所の調査結果によると、紛争が激化した原因は、バック・ウッドール氏が提出した秘密保持契約書の信憑性に疑問が生じたことだったんだよ。秘密保持契約書？なんか専門用語が出てきたね。それってどういうもの？秘密保持契約書っていうのはビジネスの場でこのアイデアや情報は秘密にして他で勝手に使わないでくださいねと約束する法的な書類のことだよ。バック・ウッドール氏は2003年に自分がディズニー関係者と資料を共有していたという主張を裏付けるためにこの文書を裁判所に提出したの。なるほど。その書類があれば、ほら、2003年にちゃんとディズニーにアイデアを見せて秘密にするって約束したやんって証明できるわけね。でも、それに疑問が生じたってことは、まさか？そう、まさかだよ。
裁判官はバックウッドール氏が提出した当該文書が改ざんされ、日付が訴求されていたと判断したの。つまり、過去の日付をでっち上げて偽造された文書だったってことだよ。うわ、最悪やね。証拠を偽造するとか、完全に犯罪案。ディズニーからお金をぶったくるために、そこまで姑息な手段を使ったってわけね。浅はかすぎて呆れるばい。本当にそうだよね。この偽造行為があったことから、裁判所はバックウッドール氏が悪意を持って行動したと明確に判断したんだよ。さらに、問題は偽造文書だけじゃなかったの。バックウッドール氏の証言自体にも大きな矛盾点があったの。まだあるん？どんだけ嘘まみれなんよ。どんな矛盾があったと？裁判所はバックウッドール氏がモアナを初めて見た時期に関する証言の矛盾点についても検討したの。実は、著作権の侵害を訴えるには、時効というものがあって、侵害を知ってから一定期間内に訴えを起こさないといけないルールがあるんだよ。なるほど、期限があるけん。それに間に合わせないといかんわけね。そういうことなの。証拠によれば、彼は2016年に劇場でモアナを見たとされていたの。でも、それだと訴訟を起こす期限、つまり時効期間から外れてしまう可能性があったんだよ。だから、彼は、その後に提出した書類では、時効期間内にしっかり収まるようにするため、映画を見た時期について、異なる時期を提示していたの。はぁ？自分の都合のいいように、映画を見た時期まで嘘ついたってこと？裁判官を舐めすぎやろ。そんな子供みたいな嘘、すぐバレるに決まっとるやん。その通りだよ。裁判官は、これらの明らかな矛盾点を指摘して、バックウッドール氏の主張全体の信憑性を判断したの。そりゃそうなるたい。嘘つきの言うことなんて誰も信じんよ。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。みんなの応援が、うちの鋭いツッコミの原動力になっとるけんね。チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。もし、ポチッとせんかったら、偽造された書類を送りつけるけんね。さて、話を戻すよ。弁護士費用の支払い命令という最終的な判決が出る前の2025年に、実は陪審員たちによる判断がすでに下されていたの。陪審員ってことは一般市民から選ばれた人たちの判断やね。どうなったと？陪審はディズニーがバックウッドールの著作権を侵害していないとの明確な判断を下したんだよ。陪審員たちはディズニーの制作チームがバックウッドールの資料にアクセスできなかったと結論つけたの。アクセスできない？それってどういう意味？米国における著作権紛争では、一般的に原告は2つのことを証明する必要があるの。1つ目は、相手が自分の作品を見る機会があったというアクセス。そして2つ目は、2つの作品が実質的に似ているという実質的な類似性。なるほどね。いくら作品が似ていても、相手が自分の作品を見る手段が全くなければ、それは偶然似ただけでパクリにはならんってことやね。そう。その通りだよ、葵。アクセスが証明されない場合、裁判所は通常、創作物の詳細な比較には進まないの。つまり、そもそも見てないんだから、パクれるわけないよね、で終わりになるんだよ。そりゃ相対。兄の妻の義理の妹なんていう遠すぎるルートで、しかも、その本人がディズニーには渡してないって言っとるんやから、アクセスなんてあるわけないやん。陪審員も、真っ当な判断をしたね。うん。この事例では、陪審員によるアクセス権に関する判断が、侵害訴訟を棄却する決定的な要因となったの。そして、その後に下されたのが、今回の裁判官による弁護士費用の支払い命令だよ。最初の方で言ってた、160万ドルってやつやね。そう。連邦裁判所は映画モアナと伝説の海をめぐる訴訟において重要な書類に偽造文書が含まれていたとして原告はウォルト・ディズニー社に対し160万ドル約25億4780万円の弁護士費用を支払うよう命じたの。その結果、裁判所はディズニーが弁護士費用を回収する権利があると判決を下したんだよ。賠償額は総額160万ドルで、訴訟の一部が悪意を持って行われ、信頼性の低い証拠に基づいていたという判断に基づいているの。当然の報いやね。ディズニー側も、こんなアホみたいな裁判に付き合わされて、優秀な弁護士を雇うのに、めちゃくちゃお金かかったやろうし。裁判官が弁護士費用の支払いを命じたのは、訴訟の主張が信頼できる証拠に裏付けられていないという法的結論を反映したものだよ。
裁判所は、訴訟が客観的に不合理である、あるいは悪意をもって行われたと判断された場合に、敗訴した側に弁護士費用の支払いを命じることがあるの。この件では、改ざんされた文書と矛盾する証言が、その判断において、中心的な役割を果たしたんだよ。自業自得とは、まさに、このことやね。でも、$160万って相当な額ばい。バックウッドールって人は個人やろ？払えるんかいな。実はね、ディズニー側は当初約$390万の追加弁護士費用を要求していたの。でも、裁判所はその全額の請求は却下したんだよ。その代わりに、裁判官はバックウッドールに対し$54,000約858万6,000円の追加費用を支払うよう命じたの。ちょっと待って。$160万とは別に$54,000払えってこと？それにしても、ディズニーが求めた$390万からはだいぶ減ったね。そうだね。そして驚くべきはここからだよ。裁判所は、また、バックウッドール氏の弁護士であるグスタボ・ラージに対し、$47万6,000の制裁金を別途課したの。弁護士にも制裁金が下ったと。しかも、約50万って日本円で7,000万円以上やん。そうなの。依頼人だけでなく、弁護士に対しても、これだけ高額な制裁金が課されるのは、偽造された証拠を提出したり、悪意のある訴訟を進めたりしたことに対する、法曹界からの、非常に重いペナルティなんだよ。弁護士も、グルになって偽造文書使ったり、嘘の証言をさせたりしとったってことやね。悪徳弁護士もいいとこばい。高い授業料になったね。米国連邦地方裁判所のコンスエロ・マーシャル上級判事は、この金銭的報酬について、原告や他の者が明らかに根拠のない、あるいは不当な著作権侵害訴訟をこれ以上起こすことを抑止するのに十分であると述べたの。つまり、これに懲りて、二度と変なイチャモンつけて、裁判を起こすなよ。他の奴らも見ておけよっていう、裁判長からの強烈なメッセージってわけね。かっこいいバイ。裁判所が映画、モアナと伝説の海訴訟における偽造文書の問題を指摘したことを受け、判決はディズニーに弁護士費用を支払うことを認めたの。陪審が以前にディズニーへのアクセスを認めなかったことも相まって、この訴訟は責任と訴訟行為の両面においてディズニーに完全に有利な形で終結したんだよ。この結果は主要な映画作品に関わる著作権紛争において証拠の信頼性がいかに重要な役割を果たすかを浮き彫りにしているの。当たり前やけど、嘘をついて人を陥れようとしたら、最後は自分に返ってくるっていういい教訓やね。ネットのみんなは、このニュースについてどんな反応をしとると？ネットユーザーからは、兄の妻の義理の妹って、それもただのすれ違っただけの人レベルだろ。これでディズニーに情報が漏れたって主張するのは無理がありすぎる。証拠書類の偽造に日付の改ざんって、もはや著作権侵害の裁判じゃなくて詐欺事件じゃん。弁護士まで制裁金食らってるの笑える。ディズニーの法務部を相手に偽造文書で挑む勇気だけは認めてやる。まあ、結果は火を見るより明らかだったけどね。アメリカは訴訟大国だから、こういう一攫千金を狙った無茶苦茶な裁判が多いんだろうな。裁判官がしっかり制裁を下してくれてすっきりしたといった声が上がっているよ。みんな的確に突っ込んどるね。特に詐欺事件じゃんっていうのは完全に同意ばい。こんなずさんな計画で大企業からお金をむしり取ろうなんて甘すぎるにも程があるたいね。そうだね。クリエイターの権利を守ることはもちろん大切だけど、だからといって嘘の証拠をでっち上げて他人を攻撃することは絶対に許されないということがよくわかる事件だったよ。本当やね。正当なクリエイターの権利まで疑われるようになる件。こういう悪質なのは徹底的に潰してほしいばい。ということで、今日は連邦裁判所は映画モアナと伝説の海をめぐる訴訟において重要な書類に偽造文書が含まれていたとして、原告はウォルト・ディズニー社に対し$160万の弁護士費用を支払うよう命じたという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。